だいたいこういうポーズっていうのは自分は歌舞伎とか想像しながら、肩があって上腕二頭筋があってわかりやすい、こんな感じでしょ。よろしくお願いします。毎度。今回もアートアドバイスシリーズ、日野井さんが来てます。どうも。で、今回は Discord コミュニティグループにアートアドバイスっていう部屋に投稿してくれたたけしさん。Well, since I just joined a comic club, I should get better. Advice, anyone? こういうよくある漫画の表紙としてこういうポーズですね。前に来ることによって短く書かなきゃいけないことですけど、私も多分難しい。そうですね。やっぱりパースを聞かせるならもっと思い切った方が手をもっと大きく書くとか。なるほど。ある程度多分パースによって大きく書かなきゃいけないって分かったけど、そうね、思いっきりあとは収まりの問題ですよね。全体的な。じゃあ何かペンを使って改造とか教えてもらえますか？こういうポーズを描きたいときは、今の丸はその手の位置ですか？そうですね。これくらいやっちゃってもいいんじゃないかな。そして頭の調整ですか？そうですね。頭もちょーんとこれからちょこちょこいじっていって変わったりはするんですけど。なるほど。じゃあ丸を使って想像の中で位置を探り探りですね、こういうのは。そして体が前に傾いています。手と頭と腰、丸を使って、あとは前に来てるので、もちろん手の丸がでかく書いて、なんか書いてる時にこういう参考になるポイントがあると助かりますよね。腰の位置と頭の位置、あと多分肩の位置とか。そうですね。まあよく言う張ったポーズ、それを意識しながら書いてるんですけど、ちょっと分かりにくい、薄くて分かりにくいと思うんですけど、大体のプロポーションこんな感じでまとめてみたんですけど、ここからその大きな丸はほぼ手のひらだったんだ、その丸よりさらに大きくなるんだ。こういう時になんか手の形がよくわからない時に勝手に自分の手を見ながら書いてますか？そうですね。まあ書き慣れたねポーズだったら結構見ないで書いても、右手も上げて参考になりますね。手はこの大きさのはずだからちゃんと前に来てることがもっとはっきりわかりますね。そして難しいところでした。肩の盛り上がりがこうさっき言った鎖骨につなげられるように。いい勉強になりました。ちょっと気になってるのが、もともとのたけしさんの絵で何の話でしたから、カメハメハ的なものを出してたか、単純にドラッグはノーとか。だいたいこういうポーズっていうのは自分は歌舞伎とか想像しながら。エドモンド・ホンダ。まあそんな感じですかね。あれって相撲取りじゃなかったかな。相撲だったけど、なんか歌舞伎のコスチュームもあったりしました。なんでもありだな。まあポーズとしてはこんな感じに張ったポーズを書いて、それに服着せてきゃいいんでねかいって。まあその先に丸を書いて、あとは右手も使ってどれくらいカメラに寄っているかもっと分かりやすくなりましたし、多分これから服を着せるところで難しいところが、この山はどういうふうに表現すれば、まあこれは肩じゃないですか。でここが上腕二頭筋と呼ばれるところ、でここがですよね。で
今 T シャツ着てるから元の絵が、まあこれにシャツを着せるとしたら、まあこんな感じで、筋肉が見れるようにフィットした T シャツですね。まあこんな感じですかね。なんかここに山として描いてるんだけど、実線で描くとその形になりますか？まあ筒状のものをね角度をつけて描いてるから、まあこんな曲線で表現しとくとそれっぽくで、手首がこれくらいの薄さで、で奥にモコッと見やすくなりました。そうなんだ。そういうところを想像しながら描いていくと、まあ肩があって上腕二頭筋があってわかりやすい。こんな感じでしょありがとうございます。じゃあ本当に後ろの形はどうなってるか意識しながら、まああとは絶対こうじゃないとダメ、まあ、特にないですね。そうですね。まあ好きなように、まあ歌舞伎風に描くとこんな感じでやりすぎか面白い。フェイスパックにありそうですよね。ありましたありましたズボンのシワ。そうですね。私この前のスーツ描くチャレンジでシワの描き方覚えちゃって、なんかいつも同じシワの描き方、どんなポーズでも同じ。まあ何パターンかあるからそれを描き分けられるようになると結構便利なんで。そのスーツの動画ですごい勉強になったところが、その足を上げるとその今の線が後ろにだいたいお尻の方からこう引っ張られて線が入るっていうのが基本なんで、それを意識して描いていけばそれっぽく見れるかなと。これをこうやって麦わら帽子にすればワンピースになるかなでもワンピースなら多分もう少し手がアップになりますね。もうあれはどこまでも伸びるからもう多分こういうポーズだったらもう手が見れないように、腕だけとまあポーズ付けするだけで結構見れたりするんで、ただ棒立ちになるよりは。そうね。なんか多分一番難しいところがパースつけて前に来てるって分かっているけど腕があるから、見せなきゃいけない気持ちになりますね。でも本当はもう全部隠れてもうなんとなく書いちゃいますねでもどうしても書くならこういう風に山を入れてその筋肉を見せるとか、あとこういう腕は前から見るとこういう形になっているし、まあいろいろ試してみるといいですよ。じゃあ今回もたけしさんに何かワンポイントアドバイスもらえますか？その上手くなりたいので、まあ、基本のアドバイス、まあ全体の7頭身8頭身ならこういうプロポーションっていうのをしっかり意識して書けるようになった方がいいですね。たけしさんありがとう。投稿してくれてすごい私にもいい勉強になりました。特にこの腕のこのところはどういう風に書けばすごい勉強にもっと想像しやすくなりました。他にも視聴者の皆さんアドバイス欲しかったらぜひ Discord グループに登録して無料だし、そのアートアドバイスチャンネルに自由にアップしてください。こういうすごい勉強になるような動画になれそうので、あとは登録ではバイバイ。ありがとうございました。